皆さんは架空のキャラクターに恋をしたことがありますか？二次元のキャラクターや映画やドラマの登場人物と結婚したい、付き合いたいと思った時、自分の頭の中でできる限りその人を具体的にイメージして一緒に暮らしたりお出かけする想像をしているうちに、そのキャラクターが自分の意思を持ったように話しかけてくるようになるということがあるそうです。今回お話を聞かせてくれた小松さんは、大学生の頃、自分の大好きなアニメのキャラクター、ここでは A ちゃんと呼んでおきます。その A ちゃんと一緒に暮らしていたそうです。もちろん想像の中でのことです。小松さんは東京の大学への進学を機に地元を離れ一人暮らしを始めました。時間もたくさんあった学生時代、暇さえあれば寝る間も惜しんでアニメやゲームを楽しんでいる中で A ちゃんという存在に出会い、それはもう入れ込んでしまったそうです。A ちゃんはショートカットの似合う小柄な女の子でした。クールで無口なキャラクターで表情をあまり顔に出さないのですが、気を許した人にだけ時折見せる微笑みがとても可愛い大人気キャラクターでした。DVD ボックスや関連商品の購入、イベント参加や同人誌など、A ちゃん関連のものは何でも手に入れました。そうしているうちに A ちゃんが小松さんの部屋で一緒に暮らし始め、出かける時も一緒という想像をするようになったそうです。しかし、大学3年生になると卒論や就職活動で忙しくなり、アニメに時間を割く余裕がなくなってしまいました。就活もうまくいかず、結局地元に帰って就職することになりました。実家での生活と仕事で忙しくなり、いつしかアニメに触れる機会はほとんどなくなっていったそうです。そして大学卒業から5年ほどが過ぎたある日、小松さんは出張で東京へ行くことになりました。大学の友人とは SNS でつながっていたので、久しぶりに連絡を入れてみると、大学で仲の良かった友人2人と会えることになりました。出張先の会社で業務を終え、居酒屋に着くと、2人の友人がすでに席について待っていました。挨拶をして盛り上がった男性3人は、乾杯をしてからお互いの近況などを報告し合います。お酒が進み、大学時代の思い出を語り始めました。小松はさ、アニメのキャラクターにめちゃくちゃ入れ込んでたよな。A ちゃんは俺の嫁とか言ってさ。まあね、当時は A ちゃんと結婚したつもりだったよ。今だから言うけど、当時俺 A ちゃんと同棲してたからね。友人たちはアニメを見なかったので、当時はさすがに人には言えず、一人で楽しんでいた想像でしたが、お酒も回ってきて気分の良くなった小松さんは、当時のことを笑い話として語りました。例えば、カレーを作るとき、小松さんは辛口のカレーが好きなのですが、カレールーの売り場で A ちゃんが、私は甘口が好きです、と話しかけてくるから、甘口のルーを買って帰って、食べるときにわざわざスパイスで辛くして食べていたこと。A ちゃんの誕生日はもちろんのこと、小松さんの誕生日にも A ちゃんが買ってきてくれたという設定でワンホールのケーキを準備して2人分のグラスでお祝いしたことなどを話しました。脳内彼女って感じで A ちゃんと会話できるレベルになってたから、生活の中心が2人で過ごすことになってたんだよね。当時の生活やケーキを食べる A ちゃんの顔を思い出しながら語っている小松さん。いつの間にか他の2人が静かになっていることに気がつきました。やばい、惹かれちゃったかなと少し焦ります。いや、昔の話だからね。大学生の一人暮らしなんてさ、部屋に一人きりなんだし、なんかそういう誰かと一緒に暮らすみたいな妄想するでしょ。いや、友人が言いにくそうに言葉を詰まらせました。いや、俺だって今にして思えば痛いやつだなって思うよ。でも当時はマジで A ちゃん好きだったからさ、いや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 、小松、お前さ、同棲してる彼女いただろ。は？小松さんは一瞬友人が何を言っているのか理解ができませんでした。小松さんは社交的な方ではなく、またアニメなどの二次元に入れ込んでいたこともあり、大学4年間で彼女ができた覚えはありません。A ちゃん以外は。
大学4年間リアルの彼女なんていなかったよ。小松さんは2人がドッキリでも仕掛けているのかと疑いましたが、友人は2人とも小松の部屋へ遊びに行った時に彼女がいたからすごく気を使ってた。だからよく覚えてる。と断言します。つまり A ちゃんが実際に俺の隣にいたってそういうこと？いや、A ちゃんはアニメのキャラクターだろ？お前の彼女は髪の長い背の高い人だったじゃん。彼女は腰くらいまである黒くて長い髪をいつも後ろで一つに結んでおり、身長は小松さんと同じくらいだったので、女性にしては背の高い方だった。いつもうつむいて不機嫌な顔をしており、喋る時もブツブツつぶやいてる感じ。冬物のカーディガンは毛玉だらけ、夏はヨレヨレの T シャツを着ていたため、服装に気を使っていない様子で、アニメのオタク同士で仲良くなったのかと思っていた、と友人は話しました。小松さんには全く覚えのない女性でした。俺一度小松の家で彼女さんに肩がぶつかっちゃってさ、ごめんって謝ったらすげえ睨まれて、なんか小言でブツブツ言われたんだよ。気味悪かったから正直小松の家には集まらないようにしようってなったんだよな。確かに宅飲みをするときに友人が小松さんの部屋に集まることはめったにありませんでした。でもそれは小松さんの部屋が狭い上にアニメグッズなどで幅を取っているためだと思っていました。え？じゃあ俺の彼女の名前は？写真持ってる？名前覚えてねえな。別の学部の子だったし、学校内で見かけることもあんまりなかったから。なんかお前の彼女写真嫌いだからって言って絶対写ろうとしなかったじゃん。っていうか当時の写真今のスマホに入ってねえよ。友人たちは手元のスマートフォンを触りながら首をかしげています。あ、写真あったわ。友人が声を上げました。去年同じ学部のやつが結婚式した時にムービーに使いたいって言われてやり取りしたやつ。学部の親睦会でバーベキューした時の集合写真。それは大学2年生の夏、新入生を歓迎するために学部の生徒たちで企画したバーベキューのことでした。もちろん小松さんもその場にいたのですが、人見知りをしてしまい、友人以外と話すことができず、隅の方で A ちゃんと一緒にいるという想像をしながら過ごした記憶がありました。小松、学部の飲みなのに彼女連れてくんなよって話したよな。それは A ちゃん連れてきちゃったっていう俺の冗談のつもりで、そんなわけねえだろ。友人がはっきりと言ってスマートフォンの写真を表示します。写真の中央にはカメラ目線で楽しそうにポーズをとる当時の学部生10人程度が写っていました。友人がスワイプして写真の右端を拡大してくれました。集団の後ろには缶チューハイを持って椅子に座っている小松さんと、その後ろから小松さんを見下ろすように腰を曲げて立っている女性がいました。女性は色あせたグレーの T シャツを着て、結んだ長い髪が背中に流れています。カメラの方に耳と頭を向けているため、顔は見えません。写真の中の小松さんは女性の顔を見上げており、遠目からでもよくわかる満面の笑顔でした。小松さんの脳裏に当時のことが蘇ります。友人たちが写真撮ろうぜと新入生を呼び、みんなで固まって思い思いのポーズをとっている背中を小松さんは眺めていました。その輪の中に入っていく気分になれず、椅子に座って缶チューハイを飲んでいると、早く帰りたいな。後ろから顔を覗き込むようにして A ちゃんが話しかけてきます。小松さんも A ちゃんの顔を見上げて、早く帰ろうな。と言うと、A ちゃんはほっとしたように微笑んでくれた。という想像をしていた思い出。でも、A ちゃんは身長低いから、椅子に座っている俺の顔を上から覗き込むのは無理だな。と、ふと思ったそうです。その後、小松さんは実家に帰り、大学時代の写真を探してみましたが、彼女が写っている写真は一枚もありませんでした。結局、彼女がいたということを小松さんは未だに信じられないそうです。